れは数値で決まってるとかそういうのじゃないんですか？じゃない、感覚。革そのものが一枚一枚違うから感覚で合わせるしかない。これ同じ黒とでも違う黒ってことですよね。なんかそうです。今広げてるのが一番メインで使ってる牛革のステアハイドなんですけど、こっちでいうとヤギとかいろいろ黒でもあります。型紙はどことどこの部分の型紙？これはジャケットの前身ですね、と背中。これが背中ですね。で今から裁断していきます。これ基本全部手でやるんですか？いつも。そうです。本当に小さいパーツを裁断機で抜くこともやってるんですけど、これそもそも手で R とかを抜くのめっちゃすごい技術だなって思ったんですけど、こう簡単にやってる簡単そうにそれ20年以上やってんだよ。切るのよりね、さっきの配置を決めるのが難しいんですよ。革に対して型紙置いたじゃないですか。その置く場所を決めるのが一番難しいんですよ。なんでかっていうと、革って生ものだからパッと見同じでも結構部位によって表情が違ったりするので、それを見極めながらパズルのように入れてるんです。それがすごく難しいんです。例えば牛だと背中側とかお腹側とかあるじゃないですか、なんかどのパーツがどことかってあったりしますか？します。あ、そうなんです、さっきのは、大体どこの場所になるんですか？さっき切られてた場所っていうのは。牛でいうと右お尻、この辺が一番繊維が締まってるんですよ。だからジャケットでいうとこの前身が一番いいところ使いたいから、大体あそこに配置する。でそこでの微調整になってくる。何年ものですかねこれ？はい。いやでも買ったの5年前ぐらいかな。もうだってあっという間に潰れちゃうから、自分で研いでどんどん減っていくから。
抜き切ったのがこれが1着分なんですよ。大体何パーツぐらい全部であるんですか？モデルによるんだけど30ぐらいかな、30パーツぐらいかな。もっと綺麗なの持ってる一応あれでしょ、90周年とか。ここが前身ですよね。フロントこうなってこういう感じで、はい。やっぱり前身が一番ジャケットの面になるところなので、革の一番いい部分を必ず使います。でこれが背中ですね。まあ背中もね同じように気使うんですけども、右袖の山、これとこれが縫い合わされてこういう袖になると。これはこうですよね。でこれもこの山袖の方はやっぱ見栄えがすごい重要なので、前身と同様に革質すごいこだわるんですね。一方でこの下袖、こっちはこの袖の内側に来るんですよ。でここってすごく柔らかくなきゃいけないところなんですよ。だからあえて繊維が緩めのところを選んで取るようにしますね。でそういうパーツによって取り方を考えるっていうのがちょっと不白の縫い物とは違うところですよね。これを革すき機っていう機械を使って薄くすくんですね。これがこの刃が回ってて、でこいつで厚みを決めて、こいつを挟んでことで削ぎ落としていくんです。そういう機械なんですよね。必要な場所を部分的にすいていく。じゃあ始めていきましょう。お願いします。次はすぐ終わっちゃうんですけど、すきが終わった後に要所要所に伸び止めの芯材をアイロンで貼り付けるんですよ。でそのアイロンを使って貼るっていうところをやります。革にアイロンかけるときって、なんか、これあるんですか？あんまり長い時間やると皮が縮んだりするので。裏からしかしか当てないし、そうですね。時間ですよね。短いとつかないし、長いと皮が歪んじゃうし、そこの見極め。温度はもう決まってるんです。何度ぐらいなんですか150度。150度何秒ぐらい当てるんですか？場所にもよるんですけど、10から15秒。これは、あれです。初物用上下送りミシンっていう、まあちょっと特殊な工業用ミシンですよね。対象物は主に何をする用の？革とか、あとデニムとか、厚い素材ですね。要所要所に印をつけるために穴を開けていく。
これに両面テープを貼って、仮固定で貼り付けるっていう作業をやります。これ今、左袖なんですけど、ここをくり抜いて、で、今のファスナーがそこに来るんですよ。このくり抜くっていう作業をやります。ここにポケットを作ります。今ので、はい、縫い始めるための糸のなんて言うんだろうな。まあ、セッティングしたんですよ。縫う前に。こう今さっき糸抜かれたりしたのは張り具合を見てるみたいなことですか？そうです。糸って、この下にある下糸と上糸がこう絡み合って縫ってるんですけど、そこのテンションをかけることで、なんだろう。この力が強くなっていくんですよね。で、その強ければ強いほど、皮に食い込んでくれるんですよ。でも強すぎると皮にダメージ与えちゃうから、ちょうどいいそのテンションを決めるために毎回縫い始める時に、試し縫いをするんですよね。それは数値で決まってるとかそういうのじゃないんですか？じゃない、感覚。皮そのものが一枚一枚違うから感覚で合わせるしかない。これが襟なんですけど、縫っていきますね。これからちょっと造作に入ってそうか。じゃあ行きます。はい。
形を作っていきます。はい。さっきこれ塗ったんですけど、これの完成形がこれなんですね。ここにステッチが入る。はい。これとこれが縫い合わされて右袖ができていくんですけど、まあその辺をやっていきます。はい。いきます。大まかに言うと、この前と背中を縫い合わせることで胴体ができる。でさっき作った袖をくっつけて襟をつけて、で完成に近づいていくんですよ。工場長、これ縫われてるじゃないですか、どういうことを意識しながら縫われてるとかありますか？これ結構ぼーっとしてなくて、なんだろう、でも本当その縫ってる底に集中してるんですよ。だからなんでしょうね難しいな。すっごい集中されてるんだ。どういったこと考えられてるのかなと思ってちょっと聞かせていただきました。そう、作り自体はもう覚えてるからね、何も考えてないんだけど、はい、ただ縫い
雰囲気作りながら縫ってるんですよ、革ってただ縫ってるだけじゃなくてね、そのギュッて一回開いてほんの少しかぶせるみたいなことをやって、この陰影を作っていくんですよ。このステッチ入れる時にただこれを折って叩いててあって縫うのとは違うんですよね。そうするとね、ここの段差のこの見え方が違うんですよね。多分誰も気づかないけどまあそんなんで先のことはあんま考えてないんですよ。その場所その場所を集中してます。で今背中と前をこれはどこのパーツになるんですか？これはここボタンなんですけど、最後に出来上がったらこの下襟がこう止まるんですよ。その受けのボタンの裏に補強で革を挟んで、で一番最後に入れるステッチ、これでボディができました。でこれと袖をくっつけていく。今片袖はもう縫っちゃってるんですけど、もう一方の袖をこいつに縫い付けるっていう構成で一番難しいところかもしれないんで、ちょっと時間かかります。
それ今何見られてたんですか、今最後のところは。雰囲気ですね。ここのちょっとしたこの膨らみ、このふわっとしてるじゃないですか、ここ。はい。ここのニュアンスを確認しただけです。ただ塗ってるとピタッてなっちゃったりしわくちゃになっちゃったりするんですけど、ちょうどいいこの膨れ具合。でチャックで生地が傷つく。そうなんですよ。ファスナーってギザギザじゃないですか。はい。それが縫ってる間にどっかに当たると傷つけちゃうんですよね。そういうのが一番怖いんですよ。何撮ってんですか僕の PV じゃないんだね。作り手によってだいぶ仕上がりがなんか個性が出そうな感じが見受けられるんですけど、そこ結構難しいところなんですよね。だからもともとねオーダーメイドなんですよ。だから一着一着作ってったところから始まって、でその技術を使ってちゃんとブランド化して既製品として量産しようってしてきてるのが今なんですよ。まあ、今っつったってもう何年20年15年20年ぐらい経つのかな。だから一人で一着縫えるから一点物のオーダーメイドとかも各職人が対応できる。これ分業にしちゃうと結局パートしかできないからできないんですよ。日本でもどの工場も分業ですよ、分業ですよね。そうだと思う。大体まあでも一長一短ですよ。一着縫いが絶対いいとも言い切らんし、推進されるところじゃないよ。これを繰り返していきます。はい。
ほぼ完成間近。その息止めて作業してるんですか？なんかね、そういう癖があるみたいですね。ため息がひどいってよく言われるんですけど、ため息じゃないんですよ。集中すると呼吸が止まっちゃうんですね。止まっちゃうんですよ。返し縫いをすると思うんですけど、はい手で結ばれてるのはそれもワンポイントというかこだわり。うん、そうですね。やっぱ縫い始めと縫い終わりっていうのが一番ほつれるんですよ。だからそこをガチッと固めてほつれないように。最後にはい。ここに2つボタンを打って、こういうところに引っ張りの革紐を結んで、それで終了なんですよ。ここでこいつにこう穴を開けて、でボタンをこいつを使って打ち込むっていうところまで。終了。縫う工程でいうと、どことどこをその縫い上げるときが一番難しい工程になるんですか？この袖と身ごろを縫い付けるこのアームホールっていう部分、これでいうとここですよね。ここが一番難しいかもしれないですね。作り始めての歴ってどれぐらいになるんですか？僕ですか？はい。22、3年ってとこです。22、3年のキャリアの中で、大体何年ぐらい経ってからこう自分が納得するものがこうできるようになってきたとかありますか？それ難しいな。でも10年ぐらいした時になんか自信がついてきた感じはありますよね。ですね。です。足りない。ありがとうございます。です。完成ですか？はい。さっきキャリアが浅い方と工場長も長い方で、どういうところに差が出るものなんですか？一番は幅を応用力、どういう構造を把握してるかとかいう引き出しの多さ、ですかね。これがやっぱ10年ぐらいすると引き出しがいっぱいできてくる。そうだからオーダーメイドとかだと本当はいろんなこのご要望があるから、
そのどんなパターンが来ても大体このパッと構造が理解できていうところまでいくと仕事がこの流れるように進んでいくのでちょっと自信がついてくるっていう感じですよね。それだけじゃないですけどねさっき言った一着だっても同じって言ってはいるけど内心はそう思ってないですけど、ね、全然違う。やっぱ、キャリア分だけ精度っていうところとあとはやっぱさっき言ったニュアンスでそのなんだろうな寸法通りきちっと仕上げるっていうのは当然なんだけどそれの精度が一つとあとは縫いながらこうニュアンスを作っていくんですけどそこの雰囲気をうまく作れるかどうかっていうのはちょっと感覚になってくるのでそこはキャリアを重ねないと難しいかもしれない、完成しました。でこれをパターンな設計士がこのトルソーにかけてポイントの寸法を測る。牛坂と申します。藤坂さんもこの歴が長い方なんですか？今53なんですよ。だから25年ぐらいかな。それが慌てるっていうのを松本さんは分かんないかもしれないので、それを出来上がったその佇まいっていうのはなんかすごい確認したいんですよ。ポイントとしてはもうその佇まいですね。見た時のこう印象であったりとか、それからポケットの角度、位置、やっぱ一番大事なの、大事なっていうかジャケットのすごい顔となるこの襟の部分っていうのがすごく大事になってきます。で出来上がった品物に対して、検数を行います。型が 44.5、それだけこの右目からここは直線で測ります。64ぴったりですね。襟周りであったりとか48ぴったりですね。いいですね。前中心はこっちですね。16.5。すごく大事なのが着丈ですね。63.5。これも本当ぴったりですね。さすが工場長もらって、これ既製品のやつなんですけどでそのうち、既製品とお客さんのものに分かれるんですけども、お客さんのものは今データに残ってるだけでは、3500ぐらいですね。それを管理されてるってことですか？そうですね。2008年ぐらいから、CAD になったんですけど、CAD でホストようになったんですけど、その前は手書きですね。でやっぱ手書きのそのノウハウっていうのが分かってないと、根本的なことが分かってないと、CAD に生かしきれないというか、そういう側面はありますね。やっぱよいしょ。じゃあお願いします。はい。角屋本店2階がレザージャケットメインの販売フロアになっております。で常時大体300着ぐらいご用意はしてるんですけども、こっちの壁面がヘッドファクトリー、うちの自社工場で職人が1人1着縫いというので作っていただいているシリーズになっております。でこちらがヘッドファクトリーラインの AVDJ STD。もともとは AVDJ、アビエータージャック、昔のアメリカのフライトジャケットから、ライダースジャケットに移行する時代のベースのモチーフですね。それをさらにパーツを削ぎ落としてシンプルに仕上げた一着になっております。いや全然してない。
こ
ピンセットで取り除いて一個一個全部針金のところへ並べて同じ厚みにしなきゃいけない。ここでまずいことしたら仕上がる時にいい品物ができてこない。これは機械化できやん。さばくっていうか一本一本繊維していく。切っても昔ながらのやり方、はいはい。ただ巻く電動っていうだけの話で、もうここらの機械ってはもう80年も90年もそのままずっと同じですか？一緒。これで出来上がり。おひつとかをそう洗うときに傷ついたりはしないんですか？傷はつかない。へえ。うちも実験してるんよ。そういうところに出してテフロン加工のフライパンあれを1万回機械でガーッやっても傷っていう傷はついてない。みんな傷つくと思ってると思うんやけども、それは全然違うんで、そういうね実験をしとかんと堂々と売れやん。うちとこ昔のやり方やったらそのやり方やったんやけど。これで3番スライを。今のが3発。散髪。ここで曲げの作業。粉道具は目は自分で。それに今作ったのがフライパン。はい。これで絵付け、絵をつける作業。絵の長さ、太さ。
これで角度調整は終わり。これで完成。まあ素人見たら分からん。本当ですよ。えYouTube で流れる。本当に一本一本行くのではい凝視してます一本一時間かかりますよ本。ね。めちゃくちゃかかります。これどのくらいしてるんですか、時間的に。これ1個で10分15分はしてる気がします私。どういう木を切っていくんですこう金髪のちょっと目立ちそうなやつとか、か。はい。こういう縮れたやつ私取ってますね。ああ、サラサラロングヘアじゃないんですよ。でこうサラサラロングヘアになるんですよ。茶髪美人ですね。そうそう茶髪美人を目指してで1本で多分14ぐらい使うって言ってたんで100何本ですよね。だからこれをこう作ってるからこれを実際私こう売らしてもらうんで、なんかこう伝えやすいですすごく。アットホームですよね。なんでアットホームな会社ですよねうちね。
何ですかそれ？これは鈴ってあるのよ、素材、金属の素材で、はい。鈴を磨く。何個受注されたんですか？これ10本、もうだいぶ前に何本かで鈴の職人さんのとこへ納品させてもらって、でやっぱり使い心地ええからっちゅうて注文したいって言うてくれたんやけど、はい。もう1個ずつ今手探りで作らなしゃあないんでちょっとで最終の形は完璧なんやけど、はい。こんなんやって作った方が作りやすかったなーっていうのがね、一般の人使えへんからな。ジグとかも全部自分たち自で。分たちで作るけど、もう特注はジグないから。やっぱり見た目の綺麗にしたいやん。でこんなちょっと短い毛取っときてあげたいかなっていう。使う時に出てくの嫌やん。なんかマイナスあるか。いくで。でこういう繊維が斜めにこう入ってたらかっこ悪いやん、見た時に。はい。嫌ちゃうそんなん、こうないようになるべく綺麗に、あれで全部引っ張り上げて、こういう形に U ターンしてたりとかさ、してるやつも全部針で拾ってこう綺麗に伸ばして、で綺麗にまっすぐこうくるようにまっすぐなってるやん。こう、まあ、使う分には別にいいけど、やっぱりなんかね綺麗な方がいいよね。